材料の確認です。折り紙が2色、土台が2つとワイヤー、パールの飾り、リボンが2種類、ペーパーが大きいものと小さいものが入っています。ご確認ください。ご自分で用意していただくものはこちらです。それではまずはベースから作っていきましょう。ベースに使うのはペーパーとリボンと土台になります。ドーナツ型の土台は、ワイヤーが長いワイヤーが3本と短いワイヤーが入っているものをベース用としてお使いください。お花によって細いワイヤーがもっとたくさん入っているものや他の色のワイヤーが入っているものもあります。ベースに使うのはこちらの長いワイヤーが3本、2つに折れ曲がっているこの長いワイヤーが3本と半分に切れているワイヤーが1本あるこちらのセットと、あと片方はお花用に使うワイヤーが入っていますので、こちらはワイヤーは折り紙で作るお花に使い、こちらの土台だけを使います。テープを外し、この土台とワイヤーが3本と1本入っているこちらのセットをお使いください。それではリボンベースから作っていきたいと思います。リボンベースに使うのはこちらの幅の狭い方の紙です。こちらはプリーツベースを作る時に使いますので、ちょっと他のところに置いといてください。こちらの幅の狭い方のペーパーをこのようになっていますので、このように折りたたんでいただき、ここを3分の1にカットしてください。ハサミを使って3分の1にカットします。大体で大丈夫です。このようにまとめて切ると簡単に細長いものが切れます。こちらも細長いリボン状になるように3分の1にこのようにカットしておいてください。そしたらまずこちらにペーパーだけを巻いたものを作っていきます。今の切ったものの1枚をの裏側ですね、裏側にセロテープでこの下を固定し、こちらのベースに巻きつけていきます。ここにどんどん巻きつけていってください。このベースをこのペーパーで隠していく感じです。白の方をこちらの面を表にしますので、表が終わったら裏側でこちらの裏側になっている方でセロテープで留めます。ここの中に収まるようにしてセロテープで留めてください。こちらのベースは共通になりますので、他の色のペーパーの時も同じやり方になります。白の方は綺麗に仕上がって、裏面になっている方はセロテープで留めるようになっています。それではもう1枚のベースの方にも紙を巻きますが、その前にこちらには
ワイヤーをつけて紙を巻きます。先ほどここにくっついていた短いワイヤーはプリーツベースに使いますので避けておいてください。この U ピン状になっている3本を使います。こちらも表面が上になりますので、表面にこのように、刺していただき、表面からはワイヤーがここまで出ていて、ここに引っかかっている状態です。裏面にワイヤーと表面から通ってきたワイヤーがこのように通っています。こちらは2本、こちらは1本、真ん中に通っている状態です。ここをセロテープでこのワイヤーを裏側で留めておいてください。そしてそれを3箇所留めます。上からこのように通していただき、後ろ側で交差させている状態です。ここにはワイヤーが2本出ています。これを3分の1のところで、だいたいここが3分の1になる位置でセロテープで固定しておいてください。こんな感じです。もう1箇所も上からこのように通し、後ろにクロスするようにこうなっています。こちらも真ん中で寄せられるように3分の1になる位置でワイヤーを固定します。こんな感じです。そしたらこのワイヤーを真ん中で90度に折り曲げます。真ん中に90度にこのように折り曲げています。横から見るとこんな感じです。そして上から見るとこんな感じになっています。ここをもう一度セロテープで根元を今度は留めておいてください。根元をまとめて留めておきます。このベースにも先ほどの紙を巻いていきます。裏側にセロテープで初めのところを固定し、同じように真ん中を通し、このベースをペーパーで隠していきます。ペーパーでワイヤーを避けながらになりますので、少し重なりが多くなったり薄くなったりとかしますが、ワイヤーと土台がきれいに隠れるように重ねながら巻きつけていってください。ペーパーは十分にありますので重ねて巻いても大丈夫です。ペーパーがこの上で終わりそうになったら下のところでカットして裏で終わるようにしてここで留めておいてください。そしてまた引き続きこちらのペーパーを次のペーパーをここにくっつけて巻いていただけば大丈夫です。最後のところは先ほどと同じように裏側でセロテープで留めて終わりになります。このように巻けましたので、こちらをカットしてテープで留めておきましょう。
このような土台ができました。そしたらこちらにリボンをつけていきます。入っていたリボンを、オーガンジーのリボンとサテンのリボンがありますが、どちらも半分にカットしてください。オーガンジーのリボンも真ん中で半分にカットします。ホチキスをご用意ください。まずオーガンジーのリボンで輪っかを2つこのように作ります。こういう輪っかです。その時に半分よりちょっと差をつけて、ちょっと大きめの輪っかと小さめの輪っかになります。こういう感じにつながっています。こちらをこのベースにくっつけますが、真ん中からまっすぐに出るように、まずここをホチキスで留めます。もう一つも同じように小さい輪っかと大きい輪っかといってもそんなに差はありませんが、こちらと同じような感じになった方がいいので、合わせてここがまっすぐに、上から見た時にこちらがまっすぐ並ぶようにホチキスで固定してください。こんな感じです。そうしたらこちらのサテンのリボンですけれども、こちらは今真ん中で折れ曲がっていますが、半分に、中が表になるように曲げていただき、片方を輪っか、片方をタレという感じにし、こちらを少しこのようにずらします。このようにずらしたものをこのリボンの前側ですね、こちらにまたホチキスで固定してください。こんな感じになります。リボンが直線にオーガンジーのリボンがあり、サテンのリボンが手前に来ている感じです。こちら側にも同じようにやります。サテンのリボンを中表に半分に折り曲げ、上に来ている方を輪っかにします。そしてこちらと対称になりたいので、こちらを少しずらし、こんな感じになるように対称になる位置にホチキスで留めます。こんな感じです。そしたら、裏側ですね、裏側がホチキスが出ていますので、こう持った時に手を引っ掛けてしまわないように、先ほどこう巻いたこのベースをこちらにこのように貼り付けておきたいと思います。今度はホチキスではなく木工用ボンドを使って貼ります。この上にボンドをたくさんくっつくように凹凸がついていますので、ちょっと厚めにボンドをつけ、このベースの裏の面ですね、裏の面とこの裏の面を重なるようにはめます。こちらが表白っぽい方の段ボールになっている方で、ここをクリップで押さえておいてください。このベースの作り方は他のお花の時も同じなので、色違いでご紹介しているかもしれませんが、こちらをこのように乾かしておきましょう。そしてここの持ち手ですけれども、この時点で、7.5 センチですね、7.5 センチのところでワイヤーの切れるハサミまたはペンチでここをカットしておいてください。カッ
トしてこのようにカットしてから、この根元も刺さるといけませんのでセロテープでカバーしておきましょう。こんな感じになります。それではプリーツベースを作っていきたいと思います。プリーツベースは幅の広い方のこちらの紙を使います。こちらの紙と半分に切れていたワイヤー、ホチキスを使って作っていきます。こちらはとっても長い紙なんですけども、この紙を広げ半分に折りたたみます。細長く半分に畳んでください。ここですね、この縁から半分を合わせて畳んでいきましょう。そしたら半分の縁からだいたい2センチぐらいの幅の蛇腹折りにしていきます。2センチぐらいでこのように順番に折っていってください。蛇腹にしたらここが輪っかで始まり輪っかで終わるようにしたいので、こちらが今この線で終わっていますので、こちらを揃えて輪っかと輪っかにしておきましょう。こちらが輪っかで始まり、縁が輪っかで始まり輪っかで終わるようにカットしておいてください。この蛇腹折りの輪っかじゃない方の縁から、1.5 センチぐらいのところに千枚同士で穴を開けます。この辺ですね、この辺りに千枚同士で手を気をつけながら穴を開けてください。結構力がいります。そうですね、このように出たらちょっと大きめにしたいので結構深めに刺し、このままずれないように持ちながら手を持ったまま半分にカットされている方のこのワイヤーを通します。そしたら丸く輪っかを作っていただき、このように、ここをまずまん丸に整えてみてください。この丸をきれいな丸に整え広げてみましょう。輪っかが輪っかで揃えましたので、切り口は出ていなくって輪っかになっています。裏側は縁っこが出ています。こちらが裏になり、こちらが表なんですけども、こちらが今穴がちょっと大きすぎますので、今ねじったワイヤーをもうちょっと縮めたいと思います。このぐらいかな、1センチぐらいちょっと縮めて、また綺麗な円にしてちょっと様子を見てみましょう。そうですね、このぐらい穴があるかないかわからないぐらいの穴になるように整えたら、こちらのワイヤーは少し短めに切っておきましょう。
後からねじった方のワイヤーから1センチぐらいですねのところでカットして、こんな感じになります。そしたらこの裏側をホチキスで留めていきます。ここが輪っかじゃないところ同士を、縁のところですね、ここを合わせホチキスで留めておきましょう。そうするとこんな感じのプリーツベースが出来上がります。折り紙をこちらの大きさにカットしてご用意ください。それではアジサイのお花を折っていきましょう。こちらのお花になります。こちらのお花を組み合わせて一つのアジサイのお花にしていきます。それでは折り紙の上の面に色のついた面を置いていただき、そちらを三角に斜めに折ります。角を合わせて三角に折ってください。一旦広げ、反対側の三角も折って折り線をつけていきましょう。一旦広げ、次に白い面を上にしておき、四角く折り線をつけてください。一旦広げ、反対側も四角く折り線をつけます。そしたらこちらの角を持ち、折り線通りにこのように折りたたみます。このようになったら、こちらのくっついている方とバラバラの方があるんですけれども、こちらのバラバラの方を 1.5 センチ角を折り曲げてください。全部一緒に折ってもらったらいいと思います。こんな感じです。そしたら一旦広げ、この今折った角を中折りにしてください。今折ったところを中折りに折り直しています。こちらの三角にこうなっていたところも広げ、中折りに折り直してください。そしてそのまままたその四角い形に戻します。このような感じです。そしたらこちらを下に向け、この斜めのところをこの真ん中に折って線をつけていきます。真ん中の線に合わせてこのように折ります。こちらも同じように折ってください。このような感じです。裏側も同じです。このような感じになりました。そしたらこちらの角からこちらの角を続く線でこのように折りたたみます。一旦広げ、こちらの面をまず広げます。そしたらこれを1枚めくって上に折り上げ、先ほどついていた折り線に沿ってこのように折り広げてください。このような感じです。裏側も同じです。一旦広げ、こちらの線が反対向きなので折りにくいので、こちらに一旦折り下げ、折り線をつけ直してから折ると折りやすいです。1枚めくって広げ、この線の通りに折りたたみます。このような感じになっています。そうしたらこちらを1枚めくってこんな感じになっています。
ひっくり返し、またこちら側を1枚めくるとこんな感じになります。上がこう分かれていて下がくっついている状態です。この下の面を上に半分に折り上げます。ひっくり返し、こちらを上に折り上げます。今このような感じになっています。しっかりと折り線をつけてください。そしたらこちらを下にしておき、この1枚の角、ここに合わせて折ります。この時にこのように折りますが、この真ん中のところまでで留めておいてください。で、広げ、こちらもこちらの辺をこちらの角に合わせて折ります。この時もこの真ん中のところまでで一旦広げ、両方をこのように折りたたみ、この部分をしっかりと折ります。そしてこれを左右に折り線をしっかりとつけておいてください。次に裏側も同じようにやっていきましょう。こちらの辺をこちらの角に合わせて線をつけます。真ん中までです。一旦広げ、こちらをこちらに折り線をつけます。一旦広げ、両側を今の折ったところで折りたたみ、上もしっかりと折りたたみます。左右にしっかりと折り線をつけておいてください。そしたら今度はこの1枚めくったこの面と後ろのこの面も同じようにやっていきましょう。このように上から見ていただき、線が長いものと短いものがあるんですけれども、長いもので十字に90度に交わるように、そしてこの短い方も90度に交わるように均等に広げてみてください。このような感じになります。そうしたらひっくり返し、この長い部分の花びらの部分に指を入れ、ここを広げます。指を入れ、後ろ側をそっとこのように軽く叩いていくと、少しここに折り目がつきますので、このように広がります。短いところではなく長いところに指を入れ、広げ、ここをこのようにちょっと叩いてみてください。そうするとこのような感じにお花の形になります。これを7つ作っておいてください。それではお花の真ん中にパールをつけていきたいと思います。このような感じにパールをつけたいと思います。7本入っていたワイヤーの細いものですね、細いものをご用意ください。パールにこちらのワイヤーを通します。もうすでにワイヤーは U ピン状になっていますので、ちょうど真ん中の U になっているところまでパールを通していただき、こちらをくるくるっとねじって留めてください。お
お花の方ですけれども、お花の方はここは紙が1枚なので、少し力を入れてワイヤーを刺していただいたら通ると思いますけれども、通りにくいかなと思う方は、千枚同士でこの中を一旦このように穴を開けてから刺していただいてもいいと思います。ちょっとワイヤーを刺す時に力を入れてした時に花が崩れてしまうといけませんので、千枚同士などで穴を開けるといいと思います。そしてこのように刺していただき、ちょうどこの折り紙のお花の上からパールが出ているように刺していただき、下のところを、ワイヤーと紙がずれないようにこのように少し留めておいてください。この下の部分は見えなくなりますので、ちょっとセロテープがくちゃっとなってしまっても大丈夫です。このような感じに作っておいてください。それではアジサイのお花の根元にくる緑色の部分を作っていきたいと思います。このような感じのものになります。あらかじめ切っておいていただいた5センチ ×5 センチの折り紙を使っていきます。最初に、緑色の面を上にしておき、三角に折り線をつけていきましょう。このような感じですね。で、一旦広げ、こちらにも三角の折り線をつけます。そして一旦広げ、今度は裏向きの面を上にして四角く折り線をつけていきます。このように上向きに白が上になるようにして緑が外になる四角の線です。そしたらすべて一旦広げ、角を真ん中に寄せて折っていきます。角をこのように真ん中に合わせております。そうしたらこちらを一旦四角く三角というように、今折った方ですね、折った方が内側になるように折って線をつけてからすべてをもう一度このように寄せて四角くします。それではお花とグリーンの部分をくっつけていきたいと思います。こちらのグリーンのカバーのところに両面テープを真ん中に少し貼りたいと思います。ちょこっとで大丈夫です。真ん中に貼っていただき、剥がす前に少し形を元のこの形に取ってください。そしてこの真ん中にこれを剥がす前に穴を千枚同士でこのように開けていただき、その後にこちらを剥がします。そしてこれをこちらに通していただき、アジサイのちょうどお花の数とこの三角の数が同じになっていますので、ここにはまるところにちょっとはめてくっつけてみてください。こうすると根元のところが見えなくなりますので、綺麗な仕上がりになります。それではお花を組んでいきましょう。こちらのお花を7つ組み合わせてお花を組んでいきます。まず1つのお花を持ち、その隣にこのように合わせます。だいたいワイヤーが 1.5 センチぐらいのところで持ってください。1.5 センチぐらいのところで少し角度をつけ、一緒にこのように持ってください。
次のお花も 1.5 センチぐらいのところで少しワイヤーを曲げて隣に置きます。こちらも 1.5 センチぐらいのところで曲げて隣に置きます。一つのお花の周りに6つのお花を当てていきます。順番に真ん中を中心としてお花をつけていきます。真ん中のお花はちょっと滑りやすくなっているので、下に沈んでしまった場合はこのように持ち上げて、なだらかな横から見たらこのような丸に、上から見たら長さを揃えて折ってありますので同じ丸になると思います。このようにして形が整ったら根元をセロテープで固定しておいてください。セロテープでこの根元を巻いておきます。このようにお花の部分が完成です。それではそれぞれのパーツを組み合わせていきましょう。お花の部分、プリーツベース、リボンベースです。リボンベースはクリップでのり付けしてやったところが留めてありましたので、これを外しておいてください。まずお花のブーケをプリーツベースの真ん中に通します。ちょっとそうですね。はい、このように通ります。そしたら次にリボンベースに通してください。どこの隙間でも大丈夫です。どこかの隙間に通してください。このような感じになっています。ベースのところのワイヤーが 7.5 センチで切ってありましたので、こちらのお花のワイヤーも 7.5 センチのところで合わせて切っておいてください。同じ長さで揃えて切っておきます。そしてここをセロテープでカバーしておきましょう。セロテープでカバーしておきましょう。上の部分もセロテープで留めておきましょう。こちらもセロテープで固定しておきます。このような感じになっています。そしたらこちらのペーパーの残りを巻いていきますけれども、こちらのペーパーの残りを巻くときに、ここにまず両面テープをまっすぐに貼ります。縦に両面テープを貼ってください。この持ち手の部分に両面テープを貼り、紙をめくります。こちらのペーパーを下をちょっと巻き込み、こちらに斜めに貼っていきます。この紙の方を動かしてもいいし、こちらの持ち手のブーケの方をこのように巻きながら巻いていただいてもいいです。両面テープがついていますので綺麗に巻けると思います。このような感じに斜め上に巻き上げ、こちらがちょっと長いので、10センチぐらいのところで一旦切ってください。こんな感じです。そうしたらここを一周輪っかを作り、下からこの輪っかに先っぽを
引っ張ってこのように縛る感じになっています。まだここが長かったので少し3センチぐらい残して切って、この切り口はこのブーケの中に入れておいてください。ベースの中に入れて隠しておきましょう。このような感じになります。そしたらこちらのリボンを可愛くカットしていきたいと思います。リボンの先をお好きな長さのところでカットします。半分にそっと折り曲げてこのように切ります。半分に曲げて輪ではない方を長くカットしています。こちらも半分に折り曲げて、こっちの輪っかじゃない方が長く、輪っかの方に短くなるように斜めにカットします。そうするとこんな感じに可愛くなります。可愛いブーケが完成です。